ギミックのついでにやっつけで、作った提灯がレースでの、足を引っ張っていた。そんな前回の課題をクリアするために、今回は、FRP 提灯を曲げる実験を、します。FRP を曲げて作る新しい提灯。果たしてどんなものが出来上がるのでしょうか？ミニ四駆は、モーターで走るプラモデルを、グレードアップパーツ等を使い改造して、自分の思い描いた走りを、実現していくモータースポーツです。自分がオーナーであり、デザイナーでもあり、メカニック、ドライバー等を全て兼任します。ゲームで言えばプレイヤーにオールラウンド性が、求められるのです。その中でも、行動方針の、決定や資金運用を、する、オーナー、の役割は、とても大事な要素です。前回は、打倒、アドバンスパック、という目標を立てたものの、負けに負け続けていた勝負にやっと、自前ギミックマシンで勝利を、収めました。しかしすぐにのファクトリーマシンよりも、速い素体が出来上がっただけに、過ぎません。試行錯誤の果てに、たどり着く、自分だけのマシンを夢見て、かの地平線を目指すだけです。そう、他のレーサーたちがそうであるように。本動画は高画質でお楽しみいただけます。画質の設定を変更して、見てね。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。前回は、音な力で高級パーツ買って、やっぱり高いグレードアップパーツはすごかった。って回でしたっけ？言い方！皆が認める万能指標、お金力。前回はタミヤの傑作機にギミック乗っけて、マイナーチェンジや修正を繰り返してやっと勝ったんじゃないか。苦労したんだよほんと。ほとんど主任さんの作った適当提灯が、原因だったような。あれはほら、超速ガイドの AT スラダンを作ったついでだったからさ。AT スラダンはちゃんとできたんだよ。調整ミスで動きすぎて、遅さの原因になってましたか？ミニ四駆はさ、ほんと小さくて細かいことの積み重ねだと痛感したわ。まさに努力の結晶ってやつだね。最後は高級パーツ使って、強引に勝ってましたけどね。主任さんのライフはゼロよ。まあ設計ミスと調整ミスは認めるとして、高級パーツを使うのは悪かないだろう。まあ、そうですけど、気分的に。不当なプレネとか転売は好きじゃないけど、お金はガチのリアル要素だからね。それこそ人それぞれだ。多ければ多いなりに、少なければ少ないなりにやりようがある。それでパーツやキットや道具を揃えてチームを運営するのさ。リアルにどう楽しみたいか、それこそ自分で決めるんだと思うよ。制限や限界、ルールがあるからこそ面白いんだよ。オーナー要素ですね。そう考えていくと、モータースポーツとしてのミニ四駆の奥の深さが増すと僕は思うんだよね。レーサーたちのそれぞれスタート地点も目指すゴールも違う。それでも競う。一回スタートしたらコントロールできない。コーナー、ストレート、ジャンプ、そのセッティングや配分、立体化したセクションの対策を織り込んで、なお速度が出せるように設計しセッティングする。しかもそこにオリジナリティあふれるボディを乗せる。それでコースを完走してゴールするマシンのなんと見事なことか。わかるかい？これこそモータースポーツだろ？確かに。ごめんちゃい。でだ、まあ僕の設計が雑だったんで、今回はこの提灯を直したいわけだ。ああ、そこは認めるのか。失敗は失敗ですからね。主任さん提灯の部分は前回直したでしょ。ミニ四駆キャッチャー材料にして。あれはあくまで応急処置だよ。落下テストもやったじゃないですか。問題なかったでしょう？そう思うだろ？はあ？あるんですか？問題。それを踏まえた上で見てほしい。どうよ？別に普通なのでは？あ。コモンスキル、観察眼が発動しました。気がついたかい？お釣りがある。え？そうなんだよ。ここで一旦着地するじゃん。その後ほら、勢いがまるで反射したみたいに情報に力がかかってるみたいで、滞空時間が長いように見えるんだよね。これについてはコメントももらっててさ。提灯のマスさんの装備位置がフロントタイヤから離れすぎていると思うのだ。だからマシンが着地した時にテコの原理で提灯が跳ね上がりすぎていると思うのだ。ってわけよ。テコの原理ですか？なるほど。この距離が問題なんですね。マスさんの装備位置についてはこれもかな。ジャンプの姿勢を前にかっ飛ぶようにするのにマスさんの装備位置をフロントタイヤに寄せると良いのだ。
それとマスさんの装備位置を下にして重心安定のためにシャーシの底面とつらい位置にすると良いのだ。他にも提灯に関してはこういうコメントももらったんだよ。提灯とかの稼働するギミックは感性の影響で曲がるときに意外にずれたりしているのだ。マスダンの装備位置を変更したりギミックの非稼働時にずれるのを防ぐためにバッテリーホルダーなんかにブレーキを貼っておくのも良いのだ。なるほど。動いてほしくない時のことも考える必要があるわけですね。それでこんなコメントもあったよ。ボディ提灯にポリカ素材なんかのリフターを入れてみると良いと思うのだ。なるほどね。要は非稼働時の固定処理しとけって感じですかね。だね。コメントありがとうございました。さてどうよ。主任さんの作った提灯が問題ありありなのだけは分かりました。そうだな。耐性を獲得した模様。それじゃあもらった案とかを鑑みて課題を上げてみよういー。マッサンの位置はフロントタイヤに寄せて提灯フレームは長くならないようにする。非稼働時に動かないように固定してみる。課題はこんなところかな。あ、それとほらこれも見てくださいよ。あん歪んでるでしょ。ああ確かに頑丈に作るのも課題だなこりゃ。ほんとこれダメダメな提灯でしたね。すいません。さてこれの隙間をなんとかするわけだけどやっぱり作り直しは必要だよね。コモンスキルファイルコレクターが発動しました。観察眼とファイルコレクターの効果によりスペリオールスキル論理飛躍1が発動します。これ曲げれば？はあ？だから FRP を曲げればどうですか？何言ってんの君。これこんな風に FRP 曲げてシャーシに提灯を乗せる形にできませんか？いやカーボンを複数枚重ねて削るってやり方は見たことあるけどな。 FRP はガラス繊維でしょ。確かネットか何かでライターか何かで FRP を熱して曲げたいゲタシャーシを見た気がするのですよ。へえ、そんな前例があるんだ。ほらガラスだから熱したら曲がりそうでしょ。ぽっきりいきそうでもある。あんまり適当なこと言うなよ。それにガラスの融点とか知らないよ僕。大丈夫多分ググれば一発ですよ。いやすげえ見かけたけどさ、これじゃ十分な資料とは言えないよ。しかもそれで曲げた提灯ってのは見当たんなかった。それは単に主任さんの探し方が悪いのですよ。入れという。それにそれ以上その提灯は悪くならないでしょ。お前言い方。スペリオールスキル自業自得が発動します。やって失敗したら取れ高。うまくいったら問題解決でしょ。自分でやらなきゃ何も得られないですよ。とりあえずやってみて失敗したらまた考えたら良いのですよ。はあ、負けたよ。それならやるだけやってみるか。そうこなくっちゃ。さてじゃあ実験するとしてこの FRP 強化プレートはもったいないので箸材使って実験してみようか。いつも通り。ライターの熱量っちゃ多分ろうそくで代用できんだろ。ろうそくで火を扱う際はやけどや事故に気をつけてください。超危険です。まず曲げる面の裏側を炙ってから曲げる方を熱する。時間は適当だよ。ってかこればっかりは事前にわかんねえよ。出たとこ勝負である。後で時間を割り出すからカメラ頼むよ。はい。やけどしたら困りますから気をつけてくださいよ。何心配してくれんの？サンキューな。いやセンシティブとか動画の版とかが怖いので。そっちかよ。柔らかい？曲がりそうだね。曲げを水につけて固定する。どうかな。おお曲がったね。ありゃちゃんと曲がりましたね。発案者がしちゃいけないセリフ炸裂中。曲がってるね。なんか表面がボロいですね。曲げた面は盛り上がってたりするな。微妙に歪んでたりしますね。ろうそくはすすがついてて汚れるね。違う箸材を使って実験してみよう。ほいどうよ。へえやっぱり曲がるんですね FRP って。それ言っちゃっていいんだ。なんかあんまり綺麗じゃないというかボコボコだったりしますね。思ったようにはうまくいかないもんですね。にゃそうとも限らないんじゃね。こんなボコボコになるんじゃ使えないでしょうに。そうでもないんじゃないかな。
確か FRP って積層型構造って聞いたことあるんだよね。それが何か？まあ見てなって。これに瞬間接着剤を流し込んで固めてみよう。それでリューターを用意してボコボコのところを削ったら、あれこれなんか悪くないのでは？僕もそう思うよ。表面のすすを丁寧に拭き取ってマッキーで化粧した。もっとグダグダになると思ったけどな。なんかとっても残念そう。よし、既存の提灯でやってみよわかってますよね主任さん。う。あん取れ高期待してますよ。役失敗しろ。うおい。よし、その態度で決めた。もう本気出す。まあ適当に曲げててもシャーシにドンピシャにはまらないからね。ここは数学の出番だわ。三角関数。ここの長さが 15mm、 ここの長さが 6.7mm。 ここで三角関数を使う。この初弦ならアークタンジェントで角度 θ が求まる。使う式と数字はこれ。計算結果は θ イコール24度。実際に紙に書いてみるとこんな感じ。これを参考下地にして曲げていこう。すんごいアナログですね。何にもないよりはマシだろ。バラして曲げたい場所をマーキングしておく。すすが気になるけどろうそくの熱量の方が高くてぐんにゃりいく感じがするから今回はろうそくでいくわ。マスキングテープを少し水で濡らしておいて裏面を炙る。これである程度熱が欲しいところに集中するはず。表面に熱を通してんで曲げる。冷やして固定。これを2本分だね。一応目標の形で曲げられたかな。よしよしよいぞじゃなかった。あらら見た目がひどいことになってますね。よしよしとか言ったか今。抑えきれない本音がダダ漏れ中。余熱が足りなかったな。ペロッと剥離してたりデコボコだったり。正直見栄えしませんねこれ。やっぱりこりゃ失敗って感じですか？やっぱり難しいな。まあ取れ高に放るんじゃないですかこれ。いやいや F1 君、これはここからが勝負でしょ。はあ？いやいやこれはもうダメなやつなのでは？なに、僕らにはこいつがあるさ。瞬間接着剤、僕らの強い味方。構造体としてのこの形があれば多分なんとかなるよ。さっきと同じことさ。クリップで挟んで瞬間接着剤をたっぷり隙間に流し込む。バリとか盛り上がった部分をリューターで削って落とす。瞬間接着剤とマッキーを駆使して見た目を良くする。ほれどうよ。あれ嘘でしょ。それなりに見える。組み立ててみよバカな、それっぽく見えるだと。バカなとか言うな。どうせこれぽっきりいくやつなんでしょ。たかだか自重とマスダンとポリカを支えるのが目的なんだよこれ。それならほれこれで十分な強度だろ。なんとしかもだ、ブレーキを座布団にして稼働テストだ。どうよこれ。思ってた以上にシャーシに収まっている気がする。だろ。よし、ボディを乗せてみよあれもっさり積んであったボディがなんかすっきりしてるだろ。つかもっさり積んであったとか言うな。正面、サイド、ぐっと良くなったね。アップ、いいねこれ。よし、次は落下テスト。で前回のと比較。少し改善したかな。確かにちょっと良くなってるかも。だろ。よし、そんじゃあ来たー。それも踏まえて新提灯の設計といこうか。ですよねー、知ってた。さて、さっき挙げた課題をクリアするような新型提灯を設計していこ課題は1、マス段はフロントタイヤに寄せる。2、動かないようにする。3、頑丈にする。でしたか？う。そうだね。動かないようにするならシャーシにブレーキスポンジかましておけばいいとして、マス段の位置を加味して頑丈にするなら全体的に短く作ってみるか。このスーパー X シャーシ FRP リアローラーステーとリアブレーキステーを使ってさ、こんな感じに並べればどうだろどうだろうって、この部分はどうするんですか？う。頑丈にするってんならワンパーツに固めてしまえば達成できると思うんだ。それで
AR 改造計画とかでやった組み継ぎ方式を試してみる。ここを切り落として削って2枚に貼り合わせた FRP 補強プレートを差し込む。なるほど。それから上からこんな形にした補強プレートをかぶせてから下の部分をカットする。これで瞬間接着剤で固めればがっちりワンパーツになると思うんだ。無茶するわこの人。マッサンの位置はこの辺りになるかな。上から見たらバッチリですけど、横から見た装備位置はこんな感じですけど、 So high. プラプラである。無論これの前のここと後ろのここのステーを曲げるんだよ。嘘でしょ。まあ流れ的にそうするよね。FRP を細かいパーツで組み合わせた上に曲げる。全体の距離が近くなった分曲げの角度もきつくなるんですよ。ふぅ、やれやれF1君、さっきの実験でも見たろ。つまりさ、これが最終的にボディとマッサンを支える構造体になればいいんだよ。なーに心配すんな。あとは瞬着ががっちり固めてくれるさ。瞬着への謎の信頼感。瞬着なんかでそんなにうまくいきますか？おいおいF1君、うまくいくうまくいかないとかじゃないんだよ。俺は瞬着を信じる。だからお前も瞬着を信じろ。お前の信じる瞬着じゃない。俺の信じる瞬着を信じるんだ。瞬着への信用力が全然突破した模様。好き勝手やってるなぁ。で、これが完成イメージ図ですが、未経験加工の山盛り。とりあえず順を追って構造解析ですかね。そうだな。詳細にイメージできないことは具現化が難しいからね。まずスーパー X シャーシ FRP リアローラーステートリアブレーキステーをカットする。この 2mm の穴を基準に 3mm まで拡張する。この辺からもう難しそう。 FRP 補強プレートを2枚貼り合わせる。これで厚みが 3mm になる。この部分を組み継ぎ部分にする。接着面をかっちり削っておく。これを2つ用意する。さらに FRP 補強プレートのこの部分をカバー用に切り出す。うまくやりくりすれば FRP 補強プレート2枚でいけるかもしれないけれど、失敗するのが嫌だから新しい FRP 補強プレートを使うことにしよう。カットしてこの2つの穴をつなげる。さらにここを起点に穴幅を 3mm に拡張。しれっと大工事ですね。パーツカットの工程の次はいよいよ曲げの工程だ。曲げてから加工より加工物を曲げた方が事故率が下がると思うんだよ。まあ確かに逆和精度もバランスも崩壊しそうですしね。ここの三角関数計算による算出角度は 26.5 度。曲げ角はこの近似値を狙っていこう。これを曲げてパーツを組み継ぎして一体化させてから上からカバーをかぶせる。うひー、それを全部失敗なしでやるんですか？無論だとも。多少ずれても大丈夫大丈夫。駆動とかに影響しないから。そりゃそうだろうけど、この部分は後でハトメ加工をするし、マッサンの上下位置は出来上がってから調整しよう。これで設計図が完成だね。それにしてもこれもう少し簡単な設計になりませんか？加工大変そうですよ。当チャンネル内でトップレベル難度。ならないよ。俺は試験型なんだ。課題をクリアするためにやるんだ。他の要素は加味しない。しちゃいけないんだ。1、マッサンはフロントタイヤに寄せる。2、動かないようにする。3、頑丈にする。これ以外は後で考える。途中でいろいろ欲張らない。一気にまるっと全部解決とか、そんなゲート僕には無理だから。まあ確かにそりゃ才能のある人がすることですな。それにこんな楽しいことを一気にやりきるとかもったいないとか思わないか？そういうところはぶれませんね。じゃあサクッとパーツ紹介を頼むよ。はーい、あいよ。スーパー X シャーシ FRP リアローラーステー1枚、リアとか言ってるけど今回はフロントに使う。リアブレーキステー1枚、リアとか言ってるけど以下略。FRP 補強プレート、必要数は多分3枚から4枚のはず。カット部分とかうまくやりくりすれば2枚でいけるかも。無理か。マスダンとかネジとかその他、正直マスダンの位置は最後まで手探り、後で追加で購入もした。なんか今回は FRP 祭りですね。そうだな。 FRP 買い足しておくか。しかし提灯は作ってて楽しいね。じゃあ作っていこうか。3, 2, 1, go. スーパー X シャーシ FRP リアローラーステート
リアブレーキステイをマスキングする。じゃあメインパーツをカットするところから切ってみよう。ざっくり切ってヤスリで整える。 FRP はガラス繊維でできています。吸い込まないように注意してください。組み継ぎ用のパーツを作る。まず FRP 補強プレートの接着面を紙やすりで荒らして瞬間接着剤で貼り合わせる。それからパーツサイズでカット。3mm 幅のパーツを作る。さらに FRP 補強プレートを使ってカバー部品を切り出す。まず2つの穴をつなげる。カットしてからヤスリでここを 3mm 幅に拡張。削って削って削って削る。よし、これで切り出し削り出し終わり。メインパーツが揃いましたね。さていよいよ曲げの工程だ。実験と同じくらい素直に曲がってくれればいいけど。火を扱う際はやけどや事故に注意してください。マジで危険です。曲げ角は 26.5 度。前と後ろのパーツで曲げる方向が変わるのは注意な。マスキングして水、裏を炙って曲げる。これを4回繰り返す。曲げる曲げる曲げる。そんで瞬着で固める。固定して放置。ほれどうよ。瞬間接着剤とかパーツが盛り上がったりしてますね。うまく曲がらないわ。瞬間接着剤が染み込まないようで苦労したよ。とにかく熱の管理が難しい。量産化はできないかもな。はいはい、そういうことは後で考えるんでしょ。ほら追加修正してください。よし、目にもの見ろや。瞬着とリューターとマッキーの力を。お、すごい。だろ、1枚補強プレートがダメになったけど自分でもびっくりな成功率だよ。やっぱり人ってやってると上手くなってくんですね。仮組みして乗せてみる。おお、これはいい感じでは。良さそうだね。これで固定して完成させよう。瞬着を隙間に流し込んで固めてリューターで余分な部分を落とす。どうよ。お、できた。強度はどうよ、問題ないだろ。これが我らの瞬着が勝利した瞬間である。写真載せて稼働チェック。うまくはまってますね。マスさんもうまくはまったな。いいね、こりゃたまらんわ。落下テストでもって比較。おお、どうよこれ。ああ、良いですねこれ。ところで主任さんボディはあ、忘れてた。とりあえずサンドラでも。全く大したオーナーっぷりですよね主任さん。あれほど講釈垂れといて何ですか。ボディを忘れたですと。いや、そのな。はーん、取れ高は狙わないわ。ボディを計画に入れないわ。まったくどうなってるんでしょうね。このオーナー様はボッコボコである。次回はこれに合うボディの作成からやっていこうか。それはギミックとして成立するんですか。ああ、どうかな。今から考えるわ。もう閉まらないな。ということで今回はここまで。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしてますよ。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。超図解 VZ。今回のおまけコーナー、はーじーまーるよー。ということで今回もダウンロードコンテンツの紹介です。今回はこれ、曲げた FRP 提灯。ネーミングセンスがひどい。いやいや、わかりやすいと思わない？わかりやすさと等価交換で、色々失ってると思いますけどね。見つけた課題クリアのための、試験型だから需要は少ないと、思うけど。まあ、確かに。主任さんがさ、せっかく作ったんだからもったいないだろう？だって、言いそう。まあ、この改良型とかいつになるかわからないし、ログとしてこうやって置いとくのは、悪くないんじゃない？そうですね。デジタルデータは劣化しませんから。そういう意味でのログは大事ですよね。概要欄にリンクを貼っておくので、プリントアウトしてなんかの役に立ててください。色々ざっくりしすぎでは？ってことで今後も見たいものを作る企画は、ミニ四駆の楽しさを発信していく予定です。応援、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた次回。バイビー。見たいものを作る企画。ご視聴ありがとうございました。
高評価チャンネル登録をお願いします。